どうもこんにちは、革靴のケンです。今日は久々僕らの革靴やっていきたいと思います。さあ、この僕らの革靴という企画久々なんで、どんな企画か改めて。この企画はですね、皆さんそれぞれ思い出の靴あると思います。それを持ち寄って、その靴の買った経緯とか、その靴との思い出なんかをいろいろね、ワイワイ話して革靴の魅力をより深く味わっていこうじゃないかという、そんな企画になっております。今日は岸沢区新たな仲間も増えたということで、僕らの革靴岸沢区版やっていきたいと思います。本当に気軽な感じでカジュアルに話していきますので、ラジオ感覚でゆるっと聞いていただければ幸いです。それではどうぞ。じゃあまずは僕、ケンがいきます。こちら動画ではね、結構何度も紹介してるんですけど、これ僕にとって結構思い出深い大切なコレクションの一部ですね。ジョン・ロブのバロスというモデルで、これ今もう廃盤なんですけど、これはですね、多分生産は2000年以前のものだと思いますね。で、中見るとこんな感じでロゴがジョン・ロブのロゴがあるんですけど、これ見ると結構わかるんですよ。これクロケット製のやつで、このねインソールにねクロケットの手書きの表記があるんですね。まあそういった靴で、色が特徴的じゃないですか。このジョン・ロブの色、これアルディラ・アンティークっていう色なんですけど、すごい好きなんですよね、この色。なんていうかベージュとも違う、ライトブラウンとも違う絶妙な色で、未だにこの色の革探し続けてますね。この靴は中古で買ったんですけど、結構僕がジョン・ロブを好きになるきっかけの一つでもあって、ジョン・ロブって多分今のイメージだともう少しモダンなシャープな感じだと思うんですけど、これはだいぶカントリーな感じですね。で、仕様もダブルソールのダブルベルトになってて、結構ごつい感じ。実際めっちゃ硬いです。ジョン・ロブってすごい懐が深いというか奥行きのあるブランドで、こういったカントリーなやつもやればデザイナーっぽいやつもやっている、そっちのクラシックシューズとしてのジョン・ロブの魅力にね気づいた一足ですね。でこれは結構履いたんですけど、いろんなとこ行きましたね。僕が大阪に住んでる時にちょっとそれより前に手に入れた靴だったんで、その大阪にいる時によく履いてまして、これでね京都の寺社仏閣とか行ったりしてました。ただちょっとねやっぱサイズがどうしても、僕には少し小さくて指がだいぶ痛くなるので長い時間は履けなかったんですけど、それでもねこう指が痛くなってまでも足に合ってないのは分かってたけど、それでも履きたいような魅力のある一足でしたね。特徴的な色ですけど、これどういうファッションに合わせるんですか？これ結構割と僕は何でも履いてて、デニムもやってたし、スーツカーキ系の色のスーツとかに合わせたりもしてましたね。あと、ホワイトパンツ、白いデニムとかチノパンとかそういうのに合わせて、割と色が明るめなので白系の服に合わせることは多かったと思いますね。で結構こう、足に合わないんでリラストとかも、リラストっていうのはこう自分の足に合ってる木型に釣り込み直すっていうのを考えたりしたんですけど、やっぱりこれはこれとしても履かないんですけど、僕の靴の原点に近い思い出の存在としてね大切に保管してます。はい、じゃあ小林いきます。僕が持ってきたのはパラブーツのシャンボードです。めちゃくちゃ年季入ってるけど、っていうかインスタでね昔上げてるのよく見てたけど、はいはい。いつぐらい買ったやつ？これは2017年だから9年前ぐらいかな。2017年の1月に横浜の元町のトゥモローランドで、初売りでもう待ってたかのようにいたので捕獲してきました。自分を待ってたんじゃないかと。そうそれは社会人になってから？そうだね、社会人になってから、本格革靴として買ったのはこれが初めてぐらいかな。パラブーツのシャンボードって結構みんな若者もサラリーマンとかも履いてる革靴だと思うんだけど、なんでみんなが持ってるような革靴っていうので初めて買ったのはもしかしたらパラブーツのシャンボード、これが初めてだったかも。これはパラブーツのシャンボードはもうずっと憧れてたというか欲しいなとは思ってた？そうだね、インスタとかで履いてる人結構いるから自然とよく見るようになって、いつか自分では履きたいなと思ってたのかもしれない。これもともと色は
これはネイビネイビーなんかもうすごい色抜けが、ー、もうこの辺とか茶色くなってる。ネイビー感はゼロだね。そうだね、多分最初磨きで全然素人だった、磨き慣れてなかった頃、ブラックのクリームとかニュートラルのクリームとかいろんな色のクリーム混ぜて使ってたりとか、その結果ネイビーではない、もうほぼチャンボードになってる。チャンボーいいねいやでもこのエイジングの雰囲気ってなかなか狙って出せるもんじゃないから、ね、しかもエイジングがこう悪いエイジングじゃなくて本当にいいエイジングしかしてない、すごい手をかけられたんだなっていうのが伝わってくる。リスレザーってよくパラブーツ、シャンボード聞くと思うんだけど、もうこれリスレザーっぽさは全然なくって、よく新品のシャンボードってブルーム浮きって言って放置してるとこの辺が白くなったりとか、履きじわの部分が白くなってったりとか、粉のようなものが吹いてくるとかあるけど、久しぶりに履いたとしてももうずっとこの状態っていうか、この靴は雨用に履こうと思って買ってから 1,2 ヶ月ぐらいはもう雨が降るまで置いといたんだけど、もう我慢できなくなって履いて、それからはもう日常的にどこへ行く時ももう履いててすごく楽なので、この靴の形もすごくボテッとしていて何の服にでも合わせやすいから、どこ行く時もよく履いてたね。パラブーツといえばそのタグが結構ポイントじゃないですか。タグってなんかこう綺麗にしたりとかしてるんですか？靴磨きに凝ってた頃はもうタグが汚れないようにマスキングテープとかで留めてクリームを塗るとかこだわってたけど、ほつれちゃったりとかもしてるし、最近は全然気にしてないかな。もうこっち右足とかは取れてなくなっちゃってたりする、こいつが相棒なんだなっていう感じがして、逆に取れてるのもこれでいいのかなと。じゃあ続いて塩見が参ります。私がまずご紹介する靴はこちらです。袋から取り出しますね。レイジーマンですね。はい、これはシュープレイスバイという、現在は神奈川県川崎に工房を構えている川崎さんという方にオーダーしたビスポークシューズです。実はシュープレイスバイでビスポークは2回オーダーしていて、こちらは2足目になります。で1足目は内羽のセミブローグでした。パターンは結構共通しているんですけど、2足目はフルブローグにしてでレイジーマンでオーダーをしました。ちなみにレイジーマンは既製靴で購入したことは2回ぐらいあるんですけど、両方ともこう足に合わなくて痛くて結構早々に手放してしまったので、2足目のビスポークで、やっぱビスポークのメリットって足に合うことだと思うので、レイジーマンリベンジしたくてオーダーをしました。実際レイジーマンって紐靴と違いますけど、その履き心地だったりその使用する場面だったりってどうですか？まず履き心地で言うとめちゃくちゃ楽ですね。っていうのもまず脱ぎ履きが楽っていうのは当然なんですけど、そう履いてる時のこう甲の締め付けがいい意味できつすぎないっていうのが楽ですね。あと気持ちの面でも楽ですよね。朝急いでる時とか靴紐を結ぶことすら時間が足りない時とかはもうパッと取ってパッと履けるんで、なんなら靴べらなくても履けちゃうんじゃないかっていうぐらいこう気軽に履けます。全然こうやっぱりこのダミーのレースがあることによってスーツでも違和感なく履けるんですか？そうですね、スーツでも違和感なく履けますね。特に革靴のことをそんなにこう詳しくない人からすると、これを本当に靴紐だと見間違えたりとか、これ革で本当は紐じゃないんだよ、締めてないんだよっていうと結構な確率で驚かれますね。オーダーの時に特に記憶に残っていることとかあります？オーダーの時に記憶に残っていることはこのメダリオンなんですけど、実はこのメダリオンはこう川崎さんにオリジナルで作っていただいたもので、デザインのベースが私の家紋になっています。で1足目のセミブローグの時にお願いした内容なんですけど、こう私の家紋をお見せして、でこの家紋でなんかオリジナルのメダリオンを作ってくださいっていうちょっと無茶ぶりをしまして、で3つデザインの案を挙げていただいたんですね。でその時は、一番気に入ったものを採用して、1足目のセミブローグではそのメダリオンが入っているんですけど、2足目ではその選ばれなかったもう一つのメダリオンを選んで、
で、レイジーマンのつま先に入れていただいたというのが、一番の思い出ですね。本当にこの靴受け取ってからもうかなりの頻度ほぼ毎日履いてたんで、ただやっぱ脱ぎ履きが楽なので旅行の時とかは結構これ履きます。これ、自分しかわからないところなんですけど、かかとのこの履き口のここですね、ここに補強のためのステッチが1本こうバーって入ってるんですよ。でこのステッチがこう穴飾りのところを思いっきり貫通してズバババババって縫われてるんですよね。でこれってもしかしたらこう傍から見るとなんていうかこう不格好というか、雑じゃないですけどそういう風に見えるかもしれないんですけど、これ実はこう川崎さんのこだわりってほどでもないこだわりっていう風に表現してたんですが、こう調和が取れてる中に一個こういう抜け感というか完璧じゃないところがあえてやっている。でこの話聞いてから結構面白いなというふうに思って、こう欠点らしい欠点ではないんですけどこの靴の気に入っているポイントになります。はい、それではペイやっていきます。ペイの持ってきたそのはい靴はどこの靴ですか？これはハノーバーっていう靴ですね。アメリカのヴィンテージシューズですね。そうですね。これはどこでいついくらぐらいで買った？これは社会人2年目ですね。岡山の古着屋で買いました。6000円ぐらいだったと思います。はい。インソックはもうない。そうですね。あったんですけど、オールソールを自分でしたタイミングで紛失してしまいました。オールソールを自分でした。はい、自分でしてみました。だいぶ昔ですけど、修理の仕事をやる前にチャネル、ドブ起こしとかの練習をしたくって、自分でソールを張り替えて、やったりしてました。いじったりしてましたね。この靴で気に入ってるポイントは？気に入ってるポイントはなんといってもこの存在感ですね。最初からこんな感じ？最初はもう少しほこりかぶっていました。本当にバケツに靴がいっぱいガサッと入ってる中でほこりかぶったものをピックしたっていうところですね。これ穴開いてますけど。はい。これはもう僕が革靴を好きになるきっかけになった、靴でもあって、もう嬉しすぎてこれを買った時もう履きまくったので破れてしまいましたね。はい、結構靴の入りとしてのきっかけの一つでもある靴ってこと？そうですね。自分の私服に革靴を取り入れたいなと思って革靴を探して古着屋さんを巡ってたところ出会ったっていうところですね。デザインは本当にもう感覚だけでもいいなってなったんですけど、サイズはちょっと最初小さくってでも我慢すればなれるかなと思って履いたらもう今はシンデレラですね。シンデレラ。はい。シンデレラになりすぎて破れてる。はい。でもこれもね、この雨は染み込んでくるだろうけどはい、ここまでいっても靴としては使えてるしかっこいい。はい。この靴思い出たくさんあると思いますが、この靴を履いていった思い出とかしたこととか。靴をやりたくって上京した時に、ずっとこの靴を履いていろんな靴屋さんだったり修理屋さんを巡ったっていうこのすごく思い出のある靴ですね。なるほど。じゃあ、靴好きのきっかけでも、靴を業界に入るきっかけでもあり、入ったその日に履いていた靴でもあると。はい、そうです。素晴らしい。アウトステッチ、が黒色だったんですけど、オールソールをしたタイミングで、白の雰囲気も見てみたいなと思って白でずっと履いてたんですね。で、だいぶ白も、慣れてきたのでそろそろ黒に戻したいなと思って今日は、この場で黒に染めていきたいと思います。3分クッキングみたいなね。よろしいです。3分で収まればいいですよね。よろしくお願いします。ではよろしいでしょうか。じゃあこの TWTG のこのね黒の乳化成クリームを使って歯ブラシで
ちょっとでも緊張しますね。いざ白を黒に染めるとなると。これ白でいたので、これ何年ぐらい白？でも1年ぐらいそんなもんですかね。はい。取り掛かったのはだいぶ前なんですけど、完成したのは結構最近だったんで、いろいろあって、はい。いいですか？いきますよ。ラッキーですね、皆さん。この瞬間にいいからやって。いきます。では、よっ、うわ、いった。またね、ベルト結構ホコリっぽくなるから、それもはいかといってパキッと締まるのもまたそうですね。見れてるかも。おお、染まる。よし、染まりますね、やっぱり。染まりますね。なんかやっぱり TWTG のクリームは伸びがいいのでスーッといきますね。素晴らしいです。 YouTube やってたやってないです。いやー、いいね。ではこうして、もう、ね、一瞬だったけど、だいぶ印象が違う。じゃあここからさらによっ、この音がいいですよね。よいしょ。よいしょ。よー、馴染んでいきました。で最後ちょっと余分なクリームを拭き取っていきますね。よいしょ。あれでもね、機械の糸ってはい、浅いと、これ浅か。朝だと思うんですけどね、上は。いやー、やっぱり黒締まって、これは本当にやっぱりいいですね。だいぶやっぱりこっちはカジュアルで、こっちは、いまあカジュアルはカジュアルだけど、どっしりとしたイメージが。はい、こういう楽しみ方もあるんじゃないかなというところですね。はい、これで染め上がりました。出会った頃と同じ見た目になりましたね。まだまだこの先も履いていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、次は僕、川口の件喋りますけど、これは小林タスク、タスクンって呼んでますけど、の靴で、ちょっと代わりに今借りてるんですけど、これは皆さんご存知 JMS の180シグニチャーローファーですね。で、革がなんかこうネイビーのピングレインみたいなのと、ここスムースのコンビになっている。これもね、同色異素材コンビ、絶妙な感じですよね。これはね、御殿場のアウトレットで買ったそうで、このバランス感はね、こうちょっと履き口広くて、こうちょっと前のめりな感じ。これはね、もう180といえば、もうこのスタイルでもうブランドアイコンなんで、これはね、やっぱ憧れますよね。僕も何足か持ってました。でちょうどこれ180あるんで、うちのね、岸田ワークのローファーと見比べるとどんなもんなのかっていうのをちょっとやってみますね。これ今サイズはこれ何センチ？ 6E ってことは、25センチぐらいで、こっちが26センチ UK の7ハーフなんで、サイズは違うんですけど、バランスの違いとしてはこんな感じ。若干180の方が前にこう重心がある感じですかね。ステスンもやっぱ180の方が若干多分少なめ、サイズとしては1センチ違いなんですけど、靴のサイズとしてはもう少し長さの違いがあるように見えますね。こう横から見ると木型の違いも結構感じるところですね。180の方がよりポテッとしていて丸みのある感じ。ティッシュのローレルですね。これはもうちょっと薄い、ここつま先は丸みはあるんだけど、全体的にこう低い感じはしますね。でもう本当に作りがこっちはグッドイヤーでこっちハンドソーンなので、しかも全然なんかこう既製品と MTO オーダー等でもう全然もう種類の違うので、比べる別に一概にね比べてどっちがどうこうっていう話じゃないんですけど、同じローファーといってもこれだけバランス感だったり形状、フィッティングももちろん違いますし、そういうところがねあるのが面白いですね。かかとの大きさもかなり違いますね。後ろから見てもこんな感じ。
僕も180が好きで本当何足か持ってたんで、別にどっちがいいっていう話じゃないんですけど、どっちもね良さはあると思うんですけど、こんな感じの違いがあるというね、ちょうど180があったので比べてみました。じゃあ小林2足目いきます。それは何の靴ですか？ビスポークなんですけど、大阪にある靴修理屋のボンタっていうところのビスポーク9分仕立てになります。この靴は僕はめちゃくちゃ思い出深いですね。そうだね。僕も実は大阪ボンタでビスポークをかなり同時期にしていて、これきっかけでインスタでつながったみたいなところあるんで、言ったらこれが今一緒に働くきっかけの靴でもあるかもしれない。そうだね。当時コメントしてくれたりとかしたもんね、お互いに。この靴オーダーしたのは2018年だったと思うんですけど、実際に出来上がったのは2019年だから約1年ぐらい間が空いていて出来上がってきた靴ですね。このオーダーしたお店ボンタのことは昔から知っていて、で社会人の頃大阪に出張するタイミングがあったので、このタイミングで絶対オーダーしたいなと思って、オーダーしました。僕はエドワード・グリーンのドーバーを持っていなかったので、 U チップの靴自分のものにするなら自分の足型で欲しいなと思ってビスポークでオーダーしました。実際ドーバーとは U チップというところでは似ているとは思うんですが、この靴はドーバーとは違って甲のパーツとバンプのパーツの2パーツで構成されていて、後ろは縫い目のないシームレスバッグになっています。あとこだわりのポイントとして、こちらもドーバーにはないものとなるんですが、メダリオンをボンタの長谷川さんに相談してパターンを一緒に考えてメダリオンが入っています。ビスポークなので既製品と違って自分の足に合ったものができるっていうのはもちろんですし、パターンの組み合わせと、こういったメダリオンを入れるとか、遊び心を入れられるっていうのが、ビスポークオーダーする醍醐味かなっていうのも思います。はい、じゃあ塩見2足目いきます。2足目はこちらです。これは YouTube ね知ってくれてる方にはおなじみの靴ですね。おなじみですね。袋を取り出しまして、お持ちしたのはこちらです。ほらね。ありがとうございます。相変わらずかっこいいですね。ねえ、キッシュザワークで私がオーダーしたビスポークの靴です。特徴としましては、ワインハイマーのボックスカーフとこちらがヨシキリザメですね、サメシャークレザーのコンビのシューズになっています。でパターンとしては内羽で、ここがロングバンプになっています。でこっちのボックスカーフの方は1枚ぐるっとつながっていて、ここでシャドーステッチでついているというような123の3パーツで構成されています。トゥーの部分、つま先の部分は特にキャップとかないので、デザインでいうと内羽プレーントゥーになると思うんですけど、内羽プレーントゥーって、なくはないけどそんなに多くないデザインなので、そういったちょっと変わり種なデザインになってるなっていうところですね。この靴オーダーする時のこだわりというか、なんでこの組み合わせ、このデザインになったんですか？はい、私はもともとキッシュザワーク革靴のケンさんのファンから入っているんですけど、展示会に行っている中でナンバーズコレクションは全て一から見てきたんですが、その中でいまだに一番好きだなっていうのがナンバー13のブラックバルモラル。あれがめちゃくちゃかっこよくてですね。でビスポークの機械でナンバー13をデザインソースにして、ナンバー13みたいな黒の同色異素材のコンビシューズが欲しいというのがこのデザインになったきっかけでした。だいぶナンバー13よりはシャープで鋭利な仕上がりになってるんですよね。そうですね、一番最初はナンバー13らしいちょっと柔らかな曲線とかデザインになるかなと思ったんですけど、仮靴の段階で意外とシュッとしたチゼルトゥーになっていて、意外とこれはこれでかっこいい。で途中でナンバー7のロングバンプダービーみたいなちょっとやや攻撃的な、特につま先ですね、
ここがシュッとこうなんかはやぶさのくちばしみたいなこう鋭利な形状になって、よりこうスタイリッシュで攻めたデザインになりました。でそういったこうシュッとした感じが、サメのこう荒々しい攻撃的な印象とマッチしているなと思って、気に入ってますね。これ元々のノーヒンジよりもめちゃくちゃサメの光沢が出てますね。出てますね。磨けば磨くほどこう光っていって、オツの部分はマットな質感でややグレー味も感じるような印象なんですけど、逆にデコですね、出っ張ってる方はこう光ってきて黒ザン川みたいなキラキラしたような感じもする風にエイジングが進んでいますね。このサメの皮って日本の仙台の方でしたっけ、で食用でこう水揚げされたヨシキリザメをなめして革の製品としているんですけど、日本で採れた革を使っているところとか、あとはこのシューツリーですね。これすごいシューツリーだな。これは本当靴本体に負けない存在感を放っているんですけど、これは漆塗りのシューツリーですね。ケンさんの動画で自分で作ったキャップトゥオックスフォードに初めて登場した漆塗りのシューツリーの動画を見て、なんて素晴らしいものなんだと、もう工芸品みたいなものに憧れて、私がビスポークオーダーするんだったらこの漆塗りシューツリーも絶対にセットでオーダーしたいなと思ってオーダーしました。これはシュダメ塗りっていう塗り方ですよね。そうですね。表面は黒いんですけど、こう朱色、赤色が透けて見えるような独特な塗り方になっています。シューツリーもあって、この靴自体すごいスタイリッシュで、別に日本的要素はないけど、なんかどこか日本的な要素も感じる、でそしてこのシューツリーはこれもなんかこう日本の器とは違うんだけど、やっぱその漆の日本的な雰囲気を感じる、がこう全体として作品のこう、統一感はすごく取れてるなと、改めてこうやって、久しぶりに見ても思いますね。そうですね。この靴を履いてキッシュザワークの展示会、受注会のお手伝いに行くことよくあるんですけど、 YouTube で動画を見てくださった方が結構お声掛けいただいて「ああそれサメですよね、見ました」ってここ突っ込んでくれるんですよね。これケンさんの遊び心で、私から言ったわけじゃなくてケンさんからやっていただいたんですが、見えますかね。見えない。見えないか。これだったら見えるか。見えますね。ここにまるでサメの横顔みたいなこうステッチが入ってますね。このステッチ、フェイシングステッチとかっていうと思うんですけど、代表的なものだと白鳥の首みたいなスワンネックっていうステッチがあると思うんですが、これはシャークヘッドステッチということで、もう言われなければ絶対に誰にも気づかれない、もう自分しか知らないぞっていうところにワンポイント、ワン遊び心があるのがこうお気に入りなポイントですね。ペイ2足目いきます。この靴はあれですね。わかりましたか。キッシュザワーク。そうです。キッシュザワークの、ペカンですね。この工房に来て少し経ってから、ケンさんから、練習も兼ねて一足何か好きなモデル作っていいよと言ってもらえたので、オーソドックスなね革靴って意外と一足も持ってなかったので、僕は、オンでもオフでも履けるペカンを選びました。相当履いてそうで。相当履いてます。仕事でもガンガン履くので、もう本当にいい感じ。作業中にも履く。そうですね、作業中にもガンガン履いていくので、これアッパーの素材はイルチアのミュージアムカーフですね。色はダークブラウンです。練習ということで、キッシュザワークの釣り込み、中物、ソールの作り、特に僕は今までやったことのなかった目付けが印象的でしたね。アウトステッチの間に目付けをこうやって一本一本こうやって入れていくんですけど、それをやりました。初めてにしては案外いいんじゃないかな。靴としてこうしてね形になって十分しっかり履けてるからね。はい。ただやっぱりそのケンさんだったり吉健さんだったりっていう仕上がりに、比べてしまうとまだまだだなっていうところで、ここから始まったということで頑張ってます。1年半ぐらい前
はい、でもこれはそうですね、だいぶそうですね、1年半ぐらい前。この靴のケアはどんな感じで？ケアは、ダークブラウンの乳化成クリームのみで磨いていくやり方ですね。ダークブラウンっていうとミュージアムカーフだと濃いとこ薄いところあるけど、はい濃いところに近いぐらい。あ、そうです。なるほど。で全体をガッと磨いて、磨きます。でもムラはしっかり残るんだね。そうですね、最初は、まんべんなく濃くなるんですけど、若干ムラが残る感じで履いていくと、その乳化性が落ちてきて、よりまたムラ感が強くなっていく印象ですね。色は、だいぶ深みが出てきたんじゃないかなと感じてます。自分の足の汗だったり外気にも触れてエイジングですねしてきたのかなと思ってます。もともとのムラだけじゃない何かムラがありそうな、ちょっとこう奥行きを感じますね。キッシュの靴が実はもう一足あります。これは何やら見覚えが。はい、その通りです。岸沢区で通い始めて、初めての僕の誕生日を迎えた時にケンさんがフラッと持ってきて「ペイこれあげる」ってほんとさらっと言ってって思ったんですけど、こんな大事なものいいんですかと思ったんですけど、はい、ありがたいことにいただきました。この靴は革靴の件のチャンネルで結構3年ぐらい前に投稿してる靴、僕が自分用に作った靴なんですけど、ストレートチップですね。で、結構履いてたんですけど、ちょっとサイズが、その時の木型製作の技術にもよって若干大きくて、で僕よりペイの方が足少し大きいのでサイズぴったりに合うんじゃないかと思って誕生日ということであげました。ありがとうございます。フィッティングはいかがで？もうシンデレラ中のシンデレラですね。本当に狙ったんじゃないかっていうぐらい、測ってもらったんじゃないかっていうぐらい、ケンさんと足型がちょっと似てたっていうのは、そこもまた嬉しく思いましたね。これストレートチップだけど、はい、冠婚葬祭みたいなかしこまった場合以外でも履くことはありますか？ありますね。ガンガンむしろ逆に冠婚葬祭がない。なかなかないので、それでいても履きたいので、作業中でももうガンガン履いちゃいますね。私服でも履いちゃいますね。カジュアル系の服にも全然履いたりする？すごく合いますね。カジュアルにも合うなっていう印象は個人的にはありますね。同じようなモデルの靴なんですけど、MTO の靴とケンさんが作ったビスポークの靴で、やはり雰囲気が違うなと思うところ、この目付けの細かさ、ピッチの細かさが全然違うなっていうところですね。 MTO こっちはクブ、こっちはフルハンド。フルハンドです。はい、やっぱこれだけでもすごく靴の印象は変わるなと思ってますね。木型の感じはキッシュ MTO ラストで作らせてもらってて、で、僕の足にはやっぱりこの辺りに特に右足肉盛りしないとちょっときつかったので、自分なりにそれも練習も兼ねて肉盛りをしてみたんですけど、やっぱり最初ちょっと痛かったですね。気持ちいい時間もあるんですけど、長時間履くと痛くなってくるなっていうところがこっちにはなかったかなと。もうそのまま履かれてたっていうのもあると思うんですけど、ここはすごくフィットしてましたね。僕もその指の部分よく当たるんで、当たらないように木型を自分用に作ってたからですね。ただ、最初、当たったんですけど、僕のちょっと肉盛り具合が少なかったのか、当たったんですけども、今ではだいぶ皮が伸びてきてくれて、フィットしてます。なので、トリプルシンデレラということですかね。全部シンデレラそういうことになります。はい、育てていきました。ちなみにこちらの完成動画、この漆シューツリーとともに動画昔に上がってて概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。ということで、キスザワーク版僕らの革靴どうでしたでしょうか。今回はキスザワークの仲間でやったんですけど、前回前々回とお客さんを交えて僕らの革靴開催していますし、今後もねそういう企画またやっていきますので、募集のあった際にはぜひふるってご参加ください。
これまでの僕らの革靴概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてください。ということで、それではまた。